リエイターはいつでも安定的かつ効果的なワークフローで撮影が行える方法を探している。 DJI RS3、 撮影体験を最大化する細部のディテールさえにまでこだわったパワフルなツール。例えばトライアスロンのように多様なアングルからスポーツを撮影するとき、全ての瞬間が重要となる。 DJI RS3 はこの点を考慮されて作られた。その新製品がついに発売。特徴1、標準での縦動画撮影。従来は追加でオプションが必要な縦動画撮影のマウントが不要に。特徴2、第2世代自動軸ロック搭載。シーンごとの撮影でよりスピーディーにロックと解除切り替え可能。特徴3、テフロン加工軸アームで調整がスムーズに。今回 DJI 認定東京虎ノ門にて実際に新製品を体験してきたので、その様子を紹介していく。はい、ということでですね、今日はですね、DJI 認定ストア東京虎ノ門にまたやってきています。また新製品がですね、今日も出るということで、今日は担当の黒川さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは黒川さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、結構硬いんですしやすくて、すごいいいですね。最近はこう映像を撮るっていう方もすごく増えてると思いますし、非常に楽しみにしている方多いと思うので、ぜひ今日はいろいろ聞かせてください。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。こちらが大きいのでプロなのかなっていうところをしますけれども、こちらが通常の無印のモデル。それぞれの特徴を簡単で結構ですので教えてもらってもいいでしょうか。はい、かしこまりました。ですね、今回は4世代型ということでございまして、当然ながらですね、ジンバルのスタビライズ機能ですね、ここの動く部分、トルク感といいますか、こちらがですね、前の機種の約 20% ほど滑らかになったということでですね、よりガタつきだったりとかそういったのを抑えられるように変わりましてね。なるほど。結構負荷がかかってる時のガタつきみたいな感じですかね、トルクが強くなるという。そうですね。それ以外にも例えば下から上に持ち上げたりとか、ああいったムーブを行う時の滑らかさだったりとか、そういったところも改善されておりますので、やっぱり4世代型のクオリティは出してくれてるんじゃないかなと感じております。いいですね。結構ジンバルって振り回す時とかってあると思うんですけども、その時のパワーと滑らかさっていうのが非常に良くなっているっていうのが一つ目ですね。はい、はい。その他にはどんな機能がついてるんでしょうか。DJI RS3 ミニですね、はい、こちらで好評でございました縦撮りでございますね。これがこの4と4 Pro の方でも対応できるようになりましてですね、このリリース部分から外していただくと縦に変更することができるようになりまして、はい、今お見せいただけるんでしょうか。よいしょ、こちらですね。ここの根元あたりから完全に外れるようになっておりまして、この根元の部分とこちらをドッキングさせることで縦に変更できますよという形に変わっております。今まではもう L 字ブラケットを使ってですね、ジンバルを何とかしてくださいというしかなかったんですけども、今回からですね、もう縦撮りもできるようになりましたので、クロップなしでフルサイズのセンサーを使ってですね、動画を縦撮りで使えるようになりましてということで、これも結構好評じゃないですか。横で撮影していただいた後にですね、縦に真ん中だけ切り取っちゃうっていう方がいらっしゃいまして、やっぱりせっかくのですねフルサイズセンサーをフルで使いたいですよって方多かったんじゃないかなと思います。なるほど。あと僕自身は確かFPV モードみたいなんで切り替えて、それで一瞬縦のような状態にして使ったりとかしてたんですけども、駆動域がきっと狭くなるんですよね。さようでございますね。それがフルで使えるという。はい、物理的に縦になっておりますので、これをうまく使うことによっていろんなカメラでより縦撮りを楽しめるんじゃないかなと感じております。いやいいですね。これ大体この辺りジンバルの再バランスを取ると思うんですけれども、通常の根元の部分の設定をし始めるよりは随分スピードも速くなるんじゃないかなと思いますけど。そうですね。L 字ブラケット込みになってきますと、もう駆動部分があちこちぐちゃぐちゃになってきますし、そもそも L 字ブラケット分重くもなってしまいますので、そこら辺省けるので縦撮りにより特化したようなジンバルにできるんじゃないかなと思います。縦の時の軽量化っていうところもすごくいいところですね。そうですね。なるほど。はい。ありがとうございます。その他には何か機能はあるんですか。
そうですね、設定から出せるんですけども、今までその電源を消した時に自動ロックというのがかかるようになってるんですけども、その自動ロックの方法をですね、選べるようになりました。ちょっと、せっかくなんでね、今起動している4 Pro の方で試してみましょうかね。今メニューでですね、自動ロックという項目を引き出しております。こちらからですね、今回オンオフっていうのはそもそも自動ロックするかどうかというところではあるんですけども、そのオンオフするときにですね、3種類。3種類もあるんですね。再センタリングとロック、折りたたんでロック、そして完全に折りたたんでロックという3種類がご用意ございまして、撮影終わった後にですね、その場所から離れてるのか、それとも一旦このジンバルを軌道を抑えるためにですね、この状態で維持しながらそのままオフにすることができますよという、そういった機能も備わっております。そうですね、じゃあせっかくなんで完全に折りたたむからやってみましょうかね。こちらからよいしょっと。電源を消してみましょうかね。これが完全に折りたたむ。はい。当然起動すると元に戻ってくれます。折りたたむロック。ですね。何が変わったんでしょう。折りたたむロックと完全ロックなんですけど、今ここが完全に閉まってないんであれなんですけど、完全に閉まってないますとここの奥まで行ってくれるようになりまして。ここも動くんですか。全部戻してくれます。完全に折りたたむの方ですと。で、今ちょうど当たっていたので先ほどの比較ができなかったんですけど、実際のところはそこまで奥に行くようになりまして、こちらは従来のロックの仕方でございますね。最後のロックが再センタリングロックというものになりますね。動かしますね。なるほど。センタリングしてこの状態でロックされる。まだすぐに使い始めたい時ってことですね。さようでございます。撮影一旦終わってここに置くぞってなってきた時にですね、オフにしてしまうと今まで畳まれたのが元の状態に戻った状態で完全にロックされるようになります。これ結構便利だと思うんです。はい。なるほど。じゃあもう結構ロックしてすぐ使う、ロックして使うっていう時にすごく便利なことになりそうですね。はい。僕実は DJI-RS3 を使ってるんですけれど、ちょっと悩みがありまして、その悩みを聞いていただきたいんですけど、こう大体バランスを取るじゃないですか。こうバランスを取る時に、いつもこう中央のここのカメラを設定して、でこの部分ですよね、ここでしたっけ。ここのここですね。結構硬いんですけど、これってなんかいい対処方法ってあるんでしょうか。こちらですね、一旦横に戻します。やりづらいという結構お話がございました。この部分ですね、斜めのところになるんですけども、やり方はあるのですが、一つちょっとご紹介させてください。このですね、やりづらかったところなんですけども、 RS4、今回ですねテフロン加工になりましてですね、なんか調理器具とかでよくテフロン素材ですか。そう、滑らかになるようなコーティングがされているテフロン加工でございますね。これがアームに施されましてですね、触っていただくと分かるんですが、すごい滑らかに動くようになりましてですね、いいですね。そもそも動かしやすくなったというのがあります。ですが、もしそれでも動かしにくいということであればですね、よいしょ、この形なんですが、台形なんですね。台形でかつ重さがですね下の方に向いてしまうので、要はこの傾いた状態で下に下がってしまう。こんな風に動くんですね。はい。ここがちょうど浮いてる時は動くんですけども、浮いてない時下との摩擦によって動かなくなってるんですね。ですので可能であればですね、カメラがとちょっと上にふわって持ち上げていただくと簡単にスムーズに動くようになります。いつもすっごい力入れてこうガッてやってる、一番調整が難しいところだったんですけど、そう追加だったんです。もしよろしければやってみていいですか。こちらをめっちゃスムーズ。結構今まで本当にもうこんな感じだったので、これだけスムーズにできるのはすごいいいですね。そう、ようやく RSS のプロの方でなくてもですね、ある程度スムーズに調節しやすくなってきますので、通常のスタンダードの方も結構人気が高まるんじゃないかなと思います、ね。ありがとうございます。もともと DJI-RS3 ってこう自動軸ロックついたことで設定がすごくこう楽になって使いやすくなるっていうところが結構売りだったかと思うんですけど、さらにこう設定がより一段こう便利になるというか、簡単に使いやすく設定しやすくなるっていうのはRS4 すごく進化しているところだなっていうふうに思いました。やっぱりストレスもかかりますし、次のその撮影までのお時間っていうのもちょっと必要になったりしますので、こういった設定のしやすさというのはやっぱり
DJI の一つの良いとこなんじゃないかなと思います。そうなんですよね。実際こう現場でジンパル使うっていう風になって、いやー設定うまくいかないとか、こう時間がかかってるともうちょっと使いたくなくなっちゃうみたいなのが起きるのがもうほとんど最小限に収まる。これがすごくこう RS4 のいいところかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そしてさらにじゃあ続いてこの 4 Pro ですね。サイズは基本的には変わらず、基本的には変わらず、はい、重量がちょっとだけ変わってるんですかね。はい、100g ほどちょっと増えております。なるほど。そう重くなってるっていう面では何かこう機能の進化っていうのがあるんでしょうか。重くなったのがですね、全体的な堅牢性アップというのも考えられるのですが、やはりこのトロッカンを増やすためにですね、RS4 もそうなんですが若干ずつ重さが増えております。とはいえ RS4 の方でも 100g 以下、RS4 に関し4 Pro に関しましては 100g ちょいという形でございまして、そこまで変わってないんじゃないかなとは思っております。このもうプロレベルになってくると何よりも重要なのがその安定的な撮影というところですよね。そのペイロードであったりだとか、やっぱすごい負荷がかかる状態でもやっぱパワーがあるっていうところが重要ってことですかね。はい、おっしゃる通りです。 BMPCC とか結構大型なカメラやっぱ載せられる方とか、本当映像映画の制作とかっていう方でも非常にこう安定した撮影ができる。はい、これいいところですね。さようでございます。でですね、RS4 Pro、コンポなどを購入していただくとついてきますのがこのフォーカスなんですけども、このフォーカスに関しましても実は新しいものが開発されました。RS4 や4 Pro だけじゃなくてこのアクセサリーが一新されているというところも一つのミソだったりで、今回ですねこの RS4 について4 Pro についてきますのがフォーカスプロですね、こちらでございまして、ちょっとこちら今ライダーが付属されていないセットなのでお見せできないんですけども、フォーカスのモーターがですね体感では2倍以上速くなっているような感じがしました。でその他にですねここの横の部分にですねアイコンがちょっとございまして、F、I、Z という形でついております。これなんだか分かりますかね。 F はなんかフリーみたいな F ですかね。F がですねフォーカスの F なんですね。動画のシネマレンズとかでございますギアが3つついてるレンズ、いわゆるシネズームのレンズでございますね。あれギア3つついてるんですけども、ギア3つ動かすことっていうのが今まで困難だったんですね。なるほど。例えばフォーカスだけだったらフォーカスだったりとか、あるいはズームはどういうふうに動かすのかっていうのがあったんですけども、今回この1個でですねフォーカス、アイリス、ズーム全部対応することができまして、その3つをですね手元のコントローラーなどを使って遠隔操作が可能になりましたよという新しいタイプになっております。はい、はい、質問いいですか。はい、これ一つではこのリングのところを3つ回せるように見えないんですけれども、失礼しました。これはさらに連続してもういくつかつけるってことですかね。はい、別個で購入する形にはなりますが、これら全く同じものですね。あと2つ追加していただければアイリスとズームが動かせられるようになります。ジンバルを操作する人間と、それぞれフォーカス、アイリス、ズームをコントロールする人が別々に操作ができる、そのチームでこう何か制作をするとかそういった時に非常に役に立ってくる機能ですよね。さようでございますね。はい、ありがとうございます。とアクセサリーで他にもご用意ができないものが数々あるんですけども、先ほどちょこっとお話ししましたライダーですね、ライダーがですねまだ本品が届いておりませんが、このライダーの機能も上がっておりましてですね、今で最大で14メーターいけますよという形になっておりまして、最低での7メーターぐらいフォーカスが合うようになっていましたが、今回のこの新型の方になってきますと20メーターも対応するようになりまして、はい、遠くまで行く。20っていうと結構な距離ありますよね。もう基本的には20メーター以上離れることはあんまないんじゃないかなと。ないですよね。かなり20メーター離れて普通に24ミリとかで撮ってたら相当な距離ですもんね。さようでございますね。あと車とかそういう時ですかね。そうですね。乗り物をこう走りながら追いかけるとかっていう時に役に立つかもしれないですね。そうですね。14メーターってちょっと近いなって感じるところもありますが、20メーターだと結構離れても意外といけるなっていうところもあるかもしれませんね。いいですね。今僕これ見てて思ったんですけど、プロにはこのなんか接点みたいなのがついていて、で僕の RS3 にはついてないこの接点、これがついてる気がするんですけど、これは新しくついたんですか？そうですね。こちらはですね、RS4 に新しく新設されましてですね、NATO ポートに電子接点がつくようになりまして、もともとプロにはあったものが、通常の無印の方でもついたっていうことなんです
はい、さようでございます。今まで RS3 では使えなかった NATO ポートの電子接点をつけて連動するタイプのアクセサリーですね、はい、サードパーティーでも出たりとかっていうのはありまして人気はあったのですが、これがスタンダードの RS4 シリーズにもつけられるようになりましてになっています。この電子接点はそれこそなんか録画停止ですかね。そうですね、手元での遠隔の撮影だったりとか、その他の連動とかにも使用したりとかすることができます。もう片方にはこちらのように通常の今まで見慣れたような電子接点がないタイプになっております。じゃあこうデュアルハンドル的なやつだとこちらの左側の方にボタンをつけるっていう感じですね。どうしても2つつけたいなって方はプロであればご用意ございますのでね。はい。この辺も選び分けるポイントになりそうですね。はい。パンチルところですね。ロックですよね。はい。で下が FPV。はい。ここは変わらずっていう。変わらずでございます。さらになんかこの左側が RS4 の無印の方にも、さらにプロの方にもちょっとこの操作周りが変わってる気がするんですが、そうですね。ここはどのような機能なんでしょうか。新しくこの物理的なスイッチとして追加されましたのがですね、今までここのスティック部分ズームしたりあるいは向きを変えたりっていうことをですね行ってたと思うんですけども、その切り替えの時っていちいちメニューを出していたんですよ。なのでそれをですねスイッチで変えてしまうということで新しく追加されましたのがこちらのスイッチがございます。上にするとですねズームが対応できまして、下にしていただくと今まで通り向きを変えられますよという形になって、ですのでもうこれからはメニューいらずである程度撮影が可能になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。これ今DJI 伝送システム、過去のレイブンアイがついてると思うんですけれども、これも同じように使えるっていうことなんですね。はい、変わらずレイブンアイ使用することができます。で確かプロの方は、このレイブンアイをつけるとこのディスプレイの方で映像を見ることができるんですよね。はい。でこちらの方はスマホであるとかタブレットを取り付けてレイブンアイをつけたら手元のスマホとかで確認をするという流れになります。はい、お間違いないですね。アクティブトラック周りもですね、こうどのように進化していくのかすごく楽しみになってるんですけれども、まだ現時点ではそこのね最新の情報が出てないということなので、ここは当日をすごく楽しみにしていきたいなと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと良ければ僕少しだけ操作をしてみてもいいでしょうか。はい、ぜひお試しください。楽しめるのだとプロの方が楽しめそうですかね。はい。このフォーカスは今回るようになってるんです。はい、手元のトグルで回るようになっております。こちらですね。今回私物を用意しているので動画機ではないんですけども今まで DJI-RS3 を使ったんですけど重く感じない。なんでなんでしょう。思ってるほど無印の方の重量とプロの重量って使ってみるとあんまり気にならないものなのかもしれないですね。そうかもしれませんね。なんかいろいろな機能の拡張性、それこそ僕今 RS3 を使っていてアクティブトラックの画面をディスプレイで見たいなとか、あとはライダーフォーカス将来的に使いたいななんていうふうに思った時にはこちらだともうできないじゃないですか。やっぱりそういう面ではプロを選んでおくっていうのは将来的なこういう使い方をしたいとかっていう時の広がりはやっぱりプロの方が出てきますね。はい、そこはやっぱりプロの方が優れているところが多いと思いますね。将来的にチームで使うとか、いろんな人と映像制作をしていきたいなんていう人はこっちのタイプがかなり良くて、まずはエントリーでスタートしていくっていうところだと無印が入ってくる感じですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あともう1点まだ進化したポイントがあるっていうことなんですけど、それ教えていただけますでしょうか。はい、
ですね、今回の RS4 Pro と4ですね、こちらの通信面、電波的なところなんですけども、Bluetooth が今まで使われておりましたが、これがですね、前回の3から比べると 5.0 から 5.1 に変更されております。この 5.0 から 5.1 ってそんなに変わらないような気がするんですが、どんなところで変わってくるんでしょうか。一応ですね、ベース面から考えると電波の安定性ですね、いわゆる接続の不良が起きにくくなりましたよっていうのはございます。企業以外にもですね、ベース面からきちんと仕上げてきてるんじゃないかなと思いますね。じゃあ最後にですね、DJI 認定ストア東京虎ノ門、こちらで購入するメリットとかっていうのはどういったところにあるんでしょうか。はい、ですね、我々株式会社セキドです。基本的にご購入された方に対してはですね、電話でもあるいはご来店していただいてもですね、その場でアフターサポートをさせていただくっていう体制を取らせていただいております。よくあるご質問の中ではですね、ジンバルの取り方を忘れてしまったとか、この機能についてはどうなのかとか、あるいはこの前買ったんだけどもどうすればいいですかというご質問ですね。DJI の製品ですと基本的には DJI とのやり取りが多くなってくると思うんですが、これらはですね、我々セキドの方で一括してお受けすることによって、よりDJI の製品を使い勝手を良くするという環境面でのサポートをさせていただいております。いいですね。やっぱり僕も最初ジンバルを買った時には本当にこのボタンを押したら何が起きるのかとか、なんか思ったように操作できないなみたいなこと結構たくさんあったんですけれども、こちらでその購入をするメリットとしてはもう黒川さんのようなスペシャリストの方が専門性を持っていろいろなことをサポートしてくれたり、困った時に助けてくれるっていうところですね。はい、ありがとうございます。今日は本当にいろいろなお話を聞かせていただきまして大変勉強になりました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。